ったんで、こんな感じです。はい、今日はここにプロポをたくさん並べてます。というのも、今まで使ってた双葉の 4PX もずいぶん長く使ってたんで、ちょっといろいろ探してたところにもともと気になってたプロポがあったんですけど、これが慶応プロポさんの EXLDT っていうタイプのプロポです。で、なんでこれが気になってたかというと、いろいろありまして、僕若気の至りでね、バイクでいろいろやってた頃に事故して第一関節が曲がったまんまでブレーキの操作が苦手なんですよね。これがあまりよく動かない。それもあっていろいろ探してたら、ちょっとトリガーの動きが変わってるものがあったんで、ちょっと今回は最新のものじゃなくてもいいかなということでちょっと手に入れてみました。ただせっかくこういったプロポのお話をするんで、今まで持ってたプロポだったりは、ざっと動画に残したいなということで今並べてる状態です。で、これがね、僕が小学校ぐらいの時にはもうこれが全盛だったんですけど、スティック式のプロポ。これレイダウントリガーの似た動きですね。だから、こうか。こんな感じになるのか。これが初期ですね、僕の。で、その後、これ 27MHz 帯。ざっくりですけど、ここに見た目がかっこいいコブラ。JR レーシングコブラ。これが、ちょっと見た目がかっこいいんで、これはなぜか持ってます。あと、双葉さんの 2PL と 2PHKA。どういう呼び方なんだろう。これは、どっちもアンテナがついてるんで 27MHz 帯ですね。で、ここにあるのが、狭小かな確か。これはミニッツについてたプロポです。で、あと、これ。ちょっと 27MHz 帯の中でも群を抜いて、割となんて言うんだろう。ハイエンドっていうのかな。EX1 慶応プロポさんのウルトラです。これちょっと変わってる？知ってる人は当たり前なんですけど、ユニットがついてて、これね、こんな感じついてて、27MHz 帯だったり 40MHz 帯だったり 2.4GB で使えるものです。で、これ今 40MHz がついてるんで、同じこういうアンテナのものでも 40MHz なんで 27MHz とは使えないですね。ただ僕これしか持ってないんですよね。40MHz のしか。なんで 40MHz で遊びで、この間グラスホッパーに昔ながらでつけたのはこの 40MHz 帯です。スピーコン仕様のね、分です。それは動画にしてるんで、もしよければ見てやってください。で、この辺から 2.4GB ですね。これ 4PX になる分、ほんのちょっとだけ使ってた。3PL。この後になるのかな ?2PL と 3PL だから。これもうアンテナがこの辺りからなくなってます。で、その後に、この 4PX。今でももう現役で使ってます。もう今 10PX になるのかな。だから2個7と4だから2個前に2世代ぐらい前になるのかな。その間もちょっとありますけど、これですね。割と気に入ってたんですけど、さっき言った理由で、調整すればいいんですけど、ちょっとやりにくいけど気には入ってるんでずっと使ってます。ボロボロになりながらも使ってます。で、最初にご紹介したこれが
EXLDT レイダウントリガーですね。でこの動画にしても EXLDT の情報っていうのかな、僕なかなか見つけられなくって、詳しく動きがしてるようなものとかもなかなかなかったんで、それもあって今回ちょっと動画にしようと思うんですけど、もう僕みたいに気になってる人向けかな。ね、一番僕が気になってたのはこの動きの動作があんまりね撮ってるのがなかったんで、こんな感じです。だからこうか、指をちょっと入れる感じぐらいにねして引いて、引くのは普通通りですね。で押し出す感じで動かすといいということです。で、今僕持った感じ、最初すごい違和感あるのかなと思ったんですけど、もともと指がいいように動いてなかったんで全然違和感ないですね。ただこれ人によっては多分相当違和感があるんじゃないかなと思います。でもこれで僕はちょっとやっていこうと思うんですけど、動きの他にもこの辺りこれも自分の手の幅に合わせれるんですけどね、ここの六角を緩めて、でこんな感じ、こうしようか、こんな感じでね動くんですよ。こういった動作があまり動画になってなかったんですね。でこれで自分の手の大きさに合わせて、大きい人は遠くへ、ちっちゃい人は手前へっていう感じで調整できます。多分大体この辺かな。でもう一回決めてしまえば、もう固定してしまえばね、もう動かすことはないと思います。僕の場合このぐらいかな。で下から見るとどうやったらいいかな。わかるか、こんな感じですね。ブレーキ側の方がねストロークが多分ちょっと短いです。この辺も多分いろいろ研究されてきた結果だとは思うんですけど、実際に走らせてみてどんなかはこの後ちょっと走らせてみようと思います。であとこの慶応プロポさんのこのシリーズがユニットごと全部取り外し効くんですね。例えば、これを外す時もこのね、こういうここを押してこう開いてなんですけど、ちょっとレイダウントリガーの場合ここ当たるんで外せないんですけど、このトリガーを外してからこっちのユニットを外すみたいな感じになります。でこっちもこれを外したらこのカパッと液晶の部分も外れるんですけど、とりあえずこんな感じのところでいつでも外せるようになってます。で自分が調べようと思った時に一応気になったところはそんなところだったので、あとはこういうなんていうんだろう、グリップの部分も白とか黒に自由に変えれるみたいなんで、遊び心は多分すごくあるんだなと思うプロポになります。でもう機能はおそらくこの動画にたどり着いた人とか、もう今まで見ていただいている方っていうのはあまり興味はないところだろうと思うんで省きますけど、一応ハイエンドの部類に入るので、基本的な機能はもう全部あります。なんで何かに不便することは全くないんじゃないかなと思います。じゃあせっかくなんでちょっと試しにこれをこの感覚ですね、走らせてみようと思います。はい、それではコースの方に持ってきました。でちょっと走らせてみようと思うんですけど、今日使うのが、ABC ホビーのジェネティックになります。あまり見かけることのないマシンではあるんですけど、タミヤの M シャーシと同サイズ、S サイズと同サイズかな、210mm のホイールベースしかないので、かなりキビキビ動くようなマシンではあります。中身はこれはスポーツチューンモーターを取り付けているので、結構スピードは出るとは思うんですけど、それ以上にこのレイダウントリガーが
自分がうまく違和感なく操作できるのかどうかの方がちょっと心配なところではあるんですけれど、このマシンを使ってちょっと走らせてみようと思います。はい、今日は、KO プロポの EX-LDT を、コースの方に持ってきて走行してみました。結論から言うと、普段使ってる、双葉のプロポとほとんど違和感なく操作はできたので、とても良かったと思います。ただここの隙間の部分ですね、ここがちょっと狭かったのか、使ってるうちにちょっと奥へ行って、そのせいで引く時の操作が若干窮屈になるような感じがしました。なのであとはここはもうちょっと広げればいいのかなと思います。幸い調整の幅がかなり広いみたいなので、これはまた調整して走らせていこうと思います。今回オンロードのコースだったので、走行の方はもう見ての通りグダグダだったんですけれど、ブレーキの操作がやりやすいとか、操作感の問題は、僕の場合は全然問題なかったので、あとはちょっとバギーとかでもちょっと試してみたいなとは思ってます。それでは本日の動画は以上となります。また今後もラジコンの動画や、興味の持ったこと、いろんなことをちょっとやっていこうと思いますので、よければいいねボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼します。